碧桂園の泥沼デフォルト連鎖。中国の不動産開発大手、碧桂園、カントリーガーデンは、2024年5月9日、人民元建て社債日本について当初の期日までに、利払いを履行できないと発表しました。この社債は政府系プログラムの信用保管機関から保証を受けており、碧桂園は国有の保証会社が介入する可能性を示唆しています。この事態は、同プログラムにとって最初の試金石となります。届け出によると、碧桂園の中国本土部門は、表面利率 3.95% と 3.8% の社債の利息支払いを実行できなかったのです。これに対して、民間開発会社の資金繰りを支援するために、当局が2022年に導入したプログラムである、仲裁信用増進投資が支払いを保証しています。碧桂園は計6595万元、約14億2000万円の利払いに関して3営業日内に実行することを最大限取り組むと説明しており、期間内に支払えない場合は、仲裁信用増進投資が信用保管の責任を果たすとしています。今回の事態を受けて、資金繰り難にある他の不動産開発企業も政府保証プログラムの下で支払いが滞り、保証機関がさらに介入を余儀なくされるのではないかとの懸念が生じています。ブルームバーグの集計データによれば、このプログラム経由で少なくとも33本の債券が発行され、総額は337億元に達しており、これまでに支払いが履行されなかった例は他にありません。日本円で7077億円ですね。かつて販売額トップの不動産開発会社だった碧桂園は、最近、元建て債として初のデフォルトを免れましたが、これは保証付きではありませんでした。昨年、ドル建て債で事実上のデフォルトに陥った碧桂園をめぐっては、緊張が高まっています。香港では、債権者から清算の申し立てを受けており、最初の審理が5月17日に開かれる予定でした。こちらについては、次の章でお話ししたいと思います。利払いが期日までに実行されなかった。政府系プログラムの保証付き債券については、5日間の猶予期間が設けられています。碧桂園が、その期間内に支払わなかった場合、仲裁信用増進投資が3日以内に同社に代わり、支払いを実行する必要があります。この問題は、中国の不動産市場における深刻なリスクを浮き彫りにしており、同様の状況が他の企業でも発生する可能性が懸念されています。政府の介入や保証がどの程度まで有効であるかが今後の焦点となるでしょう。碧桂園は今までもデフォルトを起こしてきましたが、少し過去のデフォルト状況について考えてみたいと思います。米ドル建てではデフォルトを起こしています。2023年9月、碧桂園は人民元建て債券の3年間の償還延長を債権者に求めていました。8本の債券のうち6本が承認されましたが、残りの2本は承認されませんでした。2023年10月、碧桂園は、米ドル建て債の利払いを不能となり、国際金融団体からデフォルト認定されました。碧桂園は、9月17日までに支払うべきだったドル建て社債の利息1540万ドル、約23億円を支払えませんでした。2024年3月、碧桂園は、人民元建て債券の利払いを再度遅延させ、30日間の猶予期間に入りました。以前もお話ししていますが、財務諸表は、現在もどうなっているのかわかりません。碧桂園解散審理、6月11日に延期。中国の不動産大手、碧桂園空港、カントリーガーデンホールディングスの債権者による清算申し立てについて、香港の裁判所は、当初予定されていた審理を、6月11日に延期しました。債権者である香港の企業は、2億500万米ドルの未払い債務を理由に、2月に清算を申し立てました。碧桂園は、昨年、110億ドル相当のオフショア債務がデフォルト、債務不履行に陥り、現在オフショア債の再編手続きを進めています。今回の審理延期は、同社が証拠をさらに準備するために申し立てたもので、債権者も反対しませんでした。碧桂園が海外債権者との債務再編協議が進展している
証拠を示すことができれば、清算回避に向けて、有利に議論を進めることができるとみられます。債権者の弁護士によると、主要な社債権者が結成したグループは、清算申し立てに中立姿勢を示唆しています。このような状態ですが、中国株はどんどん上がっています。マイナス情報はキリがありませんが、株価はどんどん上がっており、メディアも取り上げています。とりあえず、碧桂園は危機を回避できましたが、今後どうなっていくのかは正直わかりません。不動産危機、銀行危機と広がっていくと思いますが、地方政府もかなり危機的であります。碧桂園は政府が助けようとしているホワイトリストに入っているとのことですが、不動産価値下落は中国の投資の6割を占め、至るところで破綻が生じています。中国ヘッジファンド償還停止430億円。中国上海市の石膏随包達資産管理有限公司というヘッジファンドが管理している約20億元、約430億円の資産について償還を求める投資家への返済を停止しました。さらに、このファンドの支配株主が行方不明になっている状況が報じられています。このニュースは証券時報が WeChat のアカウントを通じて10日に公表したものです。報道によると、一部の投資家が地元警察に通報し、上海の経済犯罪捜査当局がファンドのオフィスを封鎖する事態に至っています。投資家の中には、証券会社や他の機関投資家も含まれており、一部のプライベートファンドは3月に償還を試みたものの、約3300万円の未払いがあると報告されています。さらに、中国政府はヘッジファンドに対する監視を強化しており、新たな規制を導入して、最低資産額の基準を引き上げ、デリバティブやレバレッジの活用に制限を設けることを発表しました。これらの新規制は、2024年8月1日から施行され、脆弱でコンプライアンスが不足しているファンドの淘汰を促進することを目的としています。このような背景のもと、石膏随包達資産管理有限公司の問題は、中国の金融市場全体のリスクを示唆している可能性があります。デリバティブとは金融派生商品ですね。ギャンブル的になっていきます。レバレッジは、テコの原理ですね。少ない保証金で何倍もの取引を行うこと。私もビットコインを20倍で全部失いました。あの時、そこまでしなかったら良かったのですが、後悔しても帰ってきません。中国の不動産関連の投資が6割というのは、こういう金融派生商品にも潜り込んでいたり、小売回り債券の中に入っていたりと、非常に闇深いものがあります。投資した金額がほとんど戻ってこないという状態が今後もたびたび起こると思います。最大手の中植集団も返還不能になっていましたが、現在は話を聞かなくなりましたね。新築不動産価格2014年以来の下落。国家統計局データに基づくロイターの算出によると、4月の新築住宅価格は前月比 0.6% 下落しました。この落ち込み幅は3月の 0.3% から拡大しており、2014年11月以来の大きな下落となりました。住宅価格の下落は10ヶ月連続で続いています。前年比では 3.1% 下落しており、これは2015年7月以来の大幅な落ち込みです。3月の下落率は 2.2% でした。共産党中央政治局は4月の会議で住宅在庫解消に向けた対策を強化する方針を示しました。ブルームバーグによると、当局は各地で地方政府が売れ残り住宅を購入する案を検討しているとのことです。広州市と西安市は先週、住宅市場を下支えするために住宅購入規制を完全撤廃しました。他の大規模都市も追随すると市場では見込まれています。ただし、一連の追加措置が不動産市場の活性化につながるかどうかは不明です。住宅価格は70都市のうち64都市で下落しており、3月の57都市から増加しています。これとは別に、中国国家統計局が発表した1、4月の不動産投資と、不動産販売は1、3月に比べて減少ペースが加速しています。以前お話しした4月の中国トップ不動産企業の販売額が前年同月比マイナス 44.9% でしたね。
規制緩和でバブルにさせたい中央政府の政策です。中国政府不動産支援策発表。2024年5月17日、中国政府は不動産市場の低迷を改善するための総合的な支援策を発表しました。この支援策には、地方政府が売れ残ったマンションを購入し、低所得者向けの住宅として活用することが含まれています。また、住宅ローン規制の緩和や未完成住宅の建設促進も盛り込まれています。副首相の何立峰氏は、オンライン会議で手頃な価格の住宅提供のために、地方政府が妥当な価格で一部の住宅を購入することを認めると発表しました。また、デベロッパーから土地を買い戻し、未完成住宅の建設を進めるために、全力で取り組むと強調しました。同日に、中国人民銀行、中央銀行も声明を発表し、住宅ローン金利と頭金比率の引き下げを行うとともに、1兆元約1380億ドル規模の貸付制度を確保すると発表しました。これにより、住宅購入のハードルを下げ、不動産需要の喚起を図る狙いがあります。しかし、この支援策に対しては、地方政府の財政力に対する疑問が投げかけられています。ゴールドマン・サックスの分析によれば、販売可能な住宅在庫は、昨年末時点で13兆5000億元、約1兆8700億ドルに達し、これらをすべて買い取るには、約1兆ドルが必要とされています。少し整理しましょう。販売可能な在庫が283兆5000億円。買い取りには156兆円ということですね。さて、融資平台で、いっぱいいっぱいの、中央政府に債券を発行させて救ってもらった地方政府が、どうやって買い取るのでしょうね。むしろ、土地を売る以外に収入がない地方政府なのに、不動産市場の専門家は、今回の政策が市場心理においては、一定の効果を発揮するものの、実際に、どれだけの効果があるかは不透明であり、下降トレンドの反転には時間がかかると予測しています。日本の場合は、失われたと言われてきた期間が長かったですが、中国はバブルを延長させようとしているので、まだ本格的に何かをしようという体制ではありませんね。まずは、現実的な数値を把握するところからですが、GDP が 5.3% と言っていますからね。まだまだ先のことになりそうです。中央銀行の6兆5000億円の融資規模では、どうにもならないということが指摘されています。株価は上がりますが、まだまだ混迷は続きそうです。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。